皆様、こんばんは。三井レクチャーシリーズのセッションにご参加をいただき、ありがとうございます。今晩は、日本人から見たテネシー州での生活というテーマでお届けしてまいります。本日、司会を務めさせていただきます、ライオンズ・レイナです。テネシー日米協会で、日本人コミュニティアウトリーチ&サポートサービスのマネージャーとしてスタッフをしております。どうぞよろしくお願いいたします。本日、この三井レクチャーシリーズのセッションを録画しております。後日、録画はテネシー日米協会の YouTube チャンネルにアップロードする予定です。英語の字幕も入りますので、準備ができましたら、ニュースレターなどでお知らせいたします。よろしければご確認ください。また、本日、セッション後半では、パネリストの皆様への質問時間、Q&A タイムを持ちたいと思います。セッション中、いつでも大丈夫ですので、コントロールパネルにある Q&A タブをクリックしていただいて、どうぞ質問をお寄せください。ここで2021年に始まりました三井レクチャーシリーズについて少し説明させていただきます。この三井レクチャーシリーズは、米国三井物産財団様の寛大なご支援により実現しております。毎回著名な講演者をお招きし、テネシー州の日本人及び現地のビジネスコミュニティにおいて高い関心が寄せられているトピックについて講演をいただいております。特に世界における日本の功績、そして過去40年間にわたりテネシー州の繁栄に貢献してきた日本の功績を取り上げております。それでは本日の最初の特別ゲストをお招きしてご挨拶を賜りたいと思います。三井グループより三井アメリカズ CDIO 林育夫様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆様、こんにちは。ただいまご紹介に預かりました、米国三井物産で、チーフデジタル&インフォメーションオフィサーを務めております林と申します。よろしくお願いします。本日はテネシー日米協会主催の三井レクチャーシリーズにご参加いただきまして大変ありがとうございます。三井物産はナシュビルにオフィスを構えさせていただいておりまして、こうした形でテネシー州の日本とアメリカの交流に貢献できることを、大変嬉しく思っております。テネシーでの生活は、想像するに、自然豊かな環境と温かい人々に囲まれて、とても充実しているものになるというふうに推察いたします。私自身は、ニューヨークのマンハッタンに、住んでおりまして、ナッシュビルの当社のオフィスには毎月出張させていただいて通ってるんですけれども、本当にテネシーは素晴らしいところだなというふうに感じています。マンハッタンの生活も、非常に活気に満ち溢れていましてですね、高層ビルが立ち並んでいる中で、24時間眠らない街として、活気もありますし、文化や芸術、エンターテインメントも豊富でして、非常に新しい発見が日々あるんですけれども、一方で、生活費や住宅費が非常に高くてですね、治安も、特にマンハッタンは悪くて、本当に忙しく人々もしていて、ややギスギスしたところがあるんですけれども、テネシーはですね、そんなことはないと思って、おります。ニューヨークの前に私もコロラド州のデンバーというですね、アメリカの、中規模都市に、住んでいたこともあるんですけども、その際のライフスタイルはテネシーとかなり近い、ライフスタイルなのかなというふうに思います。街に行けば、都会の雰囲気も味わえますし、一方で、大自然があって、
アウトドアのですね、アクティビティもいろいろ豊富で、テネシーだと、グレートスモーキー山脈とか、テネシー川とか、いろんなハイキング、釣り、等々楽しめる場所があるんだろうなというふうに思います。そういう意味で言うと、どのような家族構成の方でもですね、住みやすくて楽しい環境が、整っているんだろうというふうに思います。で、テネシーで活躍する日本人として、今最も有名な方の一人は、NBA のメンフィス・グリスリーズ、バスケットボールですね。その下部リーグである G リーグの、メンフィス・ハッスルで活躍されている、河村勇輝選手かなというふうに思います。パリオリンピックの男子バスケットボールチームで日本代表としても活躍されましたけれども、今、NBA、それからその下部の G リーグでプレーされていて、YouTube なんかで私も動画見るんですけれど、身長の低い日本人プレイヤーが、まあ、身体的にもうすごい恵まれた NBA の選手に混じって、必死にプレーしている姿っていうのは本当に私自身も励みになっています。なかなかそう NBA の方ではプレー時間が与えられない中で、試合中にですね、テネシーのファンから、日本人に限らずアメリカ人の観客からも、We want Yuki, We want Yuki っていうこうチャントが、起こるようなことも YouTube のビデオで見てるんですけど、これ素晴らしいなと思います。これは彼のプレーをですね、本当に待ち望んでる、こうアメリカ人のバスケットボールファンがいて、ひたむきに努力をしている人を応援する、このアメリカっていう国のカルチャーをとっても強く感じたりしております。で、ちょっと三井物産の方なんですけれども、三井物産もですね、経済活動のみならず、アメリカ国内で積極的に社会貢献活動を行っています。米国三井物産財団、1987年に設立しているんですけれども、この財団を通してですね、教育関係で言いますと、大学や公立の学校でのいろんな講義の、支援であるとか、音楽教育の支援であるとか、イベントの支援というものをさせていただいたりしています。また地域福祉っていう意味で言うとですね、フードバンクとか、高齢者支援、青少年、育成支援、こういったところにですね、ご支援をさせていただいたり、環境保護という分野でもですね、いろいろな生息地域の保護や水質の改善等々にも、ご協力させていただいている。で、あと文化芸術、それから、社員自身のボランティア活動もですね、定期的に、推奨して行っていると、いうことになります。で、テネシー州におきましてもですね、テネシー州と日本の関係が、さらに深まり、経済及び文化の交流が、一層進んでいくことに、我々も少しでも貢献できたら嬉しいなと、思っております。自分ももうその架け橋の一部となってですね、日米の友好関係に、貢献していけたらいいなというふうに思っております。今後とも、ぜひよろしくお願いいたします。簡単ではございますが、ちょっとオープニングのご挨拶となります。ありがとうございます。林様、ありがとうございました。三井物産様、米国三井物産財団様には、長年にわたり、テネシー日米協会の活動やイベントへの支援を賜っております。この場をお借りしまして、心より感謝申し上げます。さあ、それでは本日のパネリストの皆様にご登場いただきたいと思います。パネリストの皆様、マイクとカメラをオンにしていただけますでしょうか。はい。それではお一人ずつご紹介させていただきます。テネシー州アジア文化センター事務局長、アルダーマン久美様。こんばんは。こんばんは。バンダービルト大学日本語上級講師、清水秀子様。こんばんは。こんばんは。そして ESP コマーシャルリアリティ日米投資スペシャリスト、高山寛治様。はい、
こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。本当に皆様本日はご出演いただきありがとうございます。それではお一人ずつ、自己紹介をしていただけますでしょうか。そうしましたら、アルダーマン様よりお願いいたします。はい。ノックスビルのクミ・アルダーマンと申します。家族は主人と子供2人です。今は家族の会話の中心は姪っ子の子供が生まれて、ひなのちゃん7ヶ月になるもんですから、歩き始めたよとか、水泳で飛び込みができるようになったよというのが話題になっている家族です。主人は監査人としてトヨタ様をはじめとする日本企業を訪問して品質管理の監査を行っています。息子はジェネラルコントラクターとして建築関係の仕事をしており、ノックスビルのダウンタウンにもし来ていただくチャンスがあれば、ほとんどのレストランの芸術的なコンクリートのカウンタートップは彼が手掛けました。はい。また娘は現在監査会社で主人の下で働いています。私はアジアンカルチャーセンターというノンプロフィットの団体を立ち上げ、イーストテネシーのコミュニティに日本をはじめとするアジアのアートや文化に親しんでもらうという活動をしてまして、その一環として毎年アジアン祭りというフェスティバルを開催して、今年で12年目になります。去年はテネシー州からベストフェスティバルっていう表彰を受けたり、または南部でもベストフェスティバルの賞を受賞させていただいて、本当にフェスティバルを今まで一緒に作ってきたみんなに大きな励みとなりました。私の目標はお祭りを通じて日本をはじめアジア各国の文化、それからアートに触れて親しんでもらって、みんなが仲良く作らせるウェルカムなコミュニティを作ることが目標です。また最近では教育にも力を入れてまして、ローレシアン協会という日本の協会を通じて、ジャパンアウトリーチプログラムのコーディネーターの受け入れをして、2年間にわたって日本文化交流の推薦をしています。現在のコーディネーターのマナは約7000人の生徒たちに日本文化を体験してもらって、お餅つきだったり折り紙、習字、着物のクラス、お茶会などの企画をして、約104の学校や団体と連携しながら活動しています。さらに今年は9人の高校生を日本へ2週間のホームステイプログラムに彼女が連れて行ったり、またノックスビルの姉妹都市である室蘭市という町、北海道の市ですけれども、そこの中学校へ訪問するためにアジアン祭りの収益金から$5000の奨学金を提供して支援しています。で、今年のアジアン祭りは8月23、24に開催予定で、23日はお寿司相撲という特別イベントを企画していますので、ぜひ皆さんに来ていただきたいなと思っています。皆さんで一緒にアジア文化、日本の文化やアジアの文化に親しんでいただけたらと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあ引き続き清水様、よろしくお願いいたします。清水秀子と申します。東京で生まれて東京で育ちました。日本で働いてたのが、先ほど申し上げたんですけども、三井物産の関係会社の三井航空サービスというところで2年ほど勤めたことがあるんで、何かご縁があるのかなと思いました。私が初めてアメリカに来たのは1980年で、コロラド州のデンバーなんですね。で、そのデンバーで、サムソナイトというカバンの会社の、副社長のご夫妻を紹介されて、彼らの支援を受けて、私はコロラド大学を卒業いたしました。そして1983年に一度日本に帰って、慶応大学のちょっと大学院で研究させていただいたり、塾を経営したりしておりましたけれども、再び、1990年にまたコロラドに参りまして、デンバー大学で博士号を取得しまして、ご縁があってですか、1997年にバンダビルト大学に応募して、それで採用されて、初めてテネシーに参りました。そして、4年間勤めたんですけれども、その後またコロラド大学のボルダー校の方で採用されましたので、そちらの方にちょっと長く14年行って、再び一度日本の開発大学で教授を4年ほどいたしまして、2018年にまたコロラドに戻ってきたんですね。それで、たまたま、バンダビルト大学の
に採用されたというか、公募で採用されたんですけど、また戻ってくるとは思っていなかったんですが、本当に今戻れて幸せです。こちらで今は日本語教育と日本文化というものを紹介したり、それから研究しております。私の分野の方は第二言語習得研究と、それから博士論文は漢字をいかに学生たちに教えるかということで、それの認識論を先生方の統計を取ってしたのが博士論文なんですけれども、非常に今楽しんで仕事をさせていただいて、時々文化の紹介もしております。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは高山様、よろしくお願いいたします。はい、高山、メンフィスで今、林さんが紹介された河村選手が活躍しているメンフィスで、私が最初にメンフィスに来た時って言ったら、もうエルビスしかなかったんですけれども、今は河村選手とか、その前に渡辺選手もメンフィスで活躍されててですね、去年は河村選手をコートサイドで見て、写真もリンクトインに上げてるんですけれども、彼は非常に、ファンからのフェイバリットでもある上に、チームメイトとすごく仲良く、リーダーシップも取ってる選手なんで、日本人が活躍していることに対して非常にプライドが感じられます。まず80年代に私はメンスに来たんですけれども、その時っていうのはちょうど70年の後半から90年っていうのは日本からの対米直接投資が非常に盛んな時でして、まず弱電メーカーさんがですね、テネシー州は関東、いわゆる東芝、シャープ、産業、パナソニック、ブラザーさんなんかが、メンスであるとか、この地区に工場を建て、でその上に日産が来て、もう確かテネシー州は全米第一の日本の投資額があったと思うんですよね。で、その時の知事も非常に紳士的であり、ゴルフが好きだったんで、ナイシビルで、その知事と一緒に交えてゴルフをしたり、市長が参加したりっていうような、日本人としては非常に優遇された、時期だったことを覚えてます。で、うちの会社、他州にオペレーションを動かしたので、メンスに残って、今、不動産業界で、マルチ、複数の、インターナショナルの、投資家さんであるとか、不動産の、サポートをしています。その上に、日米関係では、日米協会の理事をまだ居残っちゃってるんで、9年の任期を超えてもまだ理事をやってるんですけれども、秋にある日本祭りなんかを応援したり、サポートしてます。ありがとうございます。さあ、それでは本日は日本人から見たテネシー州での生活というテーマを取り上げておりますが、一つ目の質問に行きたいと思います。皆様がテネシー州に初めて、越してこられたとき、ここでの生活に適応するために必要だった調整、または直面した課題はございましたでしょうか？それをどのように克服されていきましたか？また、テネシーの文化やライフスタイルに驚いたことはありましたでしょうか？そしたら、アルダーマン様よりお願いいたします。はい。私自身はもうアメリカもう30周年ぐらいにここ住んでるので、その質問が私よりはちょっと友人の日本人の方で最近来られた方に聞いた方がいいなと思って聞いてみました。そうすると、やっぱり一番最初の問題は言語の壁。南部特有のアクセントとか、会話早く喋り出すと全然わからなかったというのがありましたね。
で、そこで積極的に教会の英語教室に通ったり、それから地元のイベントとか交流会に参加して、なるべく現地の人たちと会って交流できるようにしたっていうことでしたし、お子さんがいらっしゃるので日本語学校へ行って、で、その日本語学校で皆さんで一緒にアジアン祭りに来てくださって、そのアジアン祭りの中でコミュニティの人たちと会ったりしたことはとても楽しかったって言ってました。それから2番目は、コミュニティの人たちとどうつながるんだろうどうしたらつながれるんだろうっていうのがあって、テネシーはフレンドリーの方が多いので、最初は、はいっていうぐらいはできたんだけども、そこからどう友達になったらいいかが分かんなかったということだったんですが、イーストテネシーでは今、LINEというアップで日本人コミュニティのグループ LINE を作って、そこでガラージセールをいつやりますとか、それから地域のイベントですよね。オペラはいつありますとか、お祭り、パレードはいつですよとか、ボランティアはいつできますよっていうような情報を手に入れられるようになって、今どんどんその LINE が役立っているという話でした。だから一番最後の困ったことはやっぱり食文化の違いですかね。なんか手軽に美味しいものを食べれないというのがちょっと最初は困ったと。またスーパーマーケットに行っても並んでるものが何かよく分かんないので買い物がもう日本で買い物する倍以上かかって大変だったっていうことでしたが、今はもう日本食材、ここで3軒ほどありますので手に入りますし、アトランタまで遊びのつもりでアトランタまで行って日本食材を買ってきたり、それからオンラインでもショップできるようになってきたので、最近は困らなくなってきましたっていうことでした。またノックスビルはアジア系のレストランがすごく増えてきてるんですね。韓国バーベキュー、それからラオス、マレーシア、ベトナムのファー、なんかもういろんなアジア系の食べ物が、レストランが出てきて、どんどんなんか住みやすい街になってきたなという感じです。ありがとうございます。そして次、清水様、お願いいたします。ね、私が初めてテネシーに来たのは1997年で、バンドビルト大学で採用されてきたんですけれども、一つ忘れられないのは、その時は一泊してこちらで面接を受けるので、ディーン、いわゆる学部長だとか、3人年配の方たちの質問がありました。それで、なんで南部がいいのか、南部へ来たのかっていう質問をされて、私は実際、中学1年生の時ですね、風と共に去るのを読んだんですよね。それで映画も見て、なぜかすごく惹かれて、南部のことを知りたいなと思っていたので、それをちょっと言ったんです。そしたらば、いかめしい顔で、そんな、風と共に去るの世界はもう今ここにはないって怒られたような感じだったんですね。それで、今もそうかもしれません。あの映画には批判的な見方もあるし、やっぱり黒人の方たち、アフリカンアメリカンの方たちの、蔑視とか、そういった美化したような、奴隷制度を美化したような点もあるというふうな批判もある映画です。で、それが、当時は全然私考えてなかったので、これは多分、いわゆるまずいということを言ったなと思って採用されないと思ったんですけども、採用されたんですね。それで、一つ、私は大学の行き来と自分のパートナーの頃は行き来だけしてたような生活で、ほとんど他のコミュニティの方々との接触はなかったんですね。で、大学の中でも学生がいわゆる、こういう言い方していいのかな、国系以上というか、ほとんど白人の方で、全くいなかったですね。いわゆるアフリカンアメリカンの方とか、メキシコ系の方いなくて、多様性がちょっとないというか、コロラドの方がもっとアジア人も多いし、そういうのがあるんですけど、それが不思議だなと思ったことがあります。でも学生の方たちもとっても楽しく授業できて、あとはコミュニティの、の方たちと接した時に街で買い物したりなんかした時にですね、やっぱり言語の問題と南部の特殊な話し方がちょっと
コロラドで聞いた言葉と違うし、で、私がきっと日本語も訛りの絵を使っていたので、なかなか何回も聞かないとわからないとか、そういった問題がありました。それではやっぱり大学と自分のアパートの行き来だけなので、なかなかそういったコミュニティとの関わりがなかったのですけれども、当時、ジム・アワー先生が歌謡会っていうのを一月に一遍なさってたと思います。バンダーベルトの関係の方とか、先生がお招きした人たちとか、で日本人の方たちが結構いたので、そこでお知り合いになったり、それからこのジャストを知りまして、いろいろな会にも出席させていただいたので、やはりそこから日本人の方々とのつながりもできてきたし、あと近所の仲良くしてくれる人たちも見つかって、徐々に慣れていったっていうところでしょうかね。で、今度2度目に来ましたら、この時もバンダビルト大学かなり変わってます。それで、クラスの中では中国人の、いわゆるインターナショナルスチューデンツが多いし、いろいろなアフリカ、アメリカの学生もいるし、非常に多様性ができて、変わってきたなっていうふうに見ております。はい。ありがとうございます。香山様、お願いいたします。私は大阪で生まれて大阪の出身なんです。で、緯度的に見ると大阪とメンフィスっていうのはそんなに変わらないし、一応気候とするとですね、メンスにも四季があって、まずメンスに来る前には少し暖かくって、まあ、年中ゴルフができるという建前で、それが理由じゃないんですけれども、一つのメリットかな。で、確かに、メス、大体そのナッシュビルでも同じなんですけれども、四季があって、で、春には、桜が咲いたり、花水木で、当然、マスターズも同じような緯度なんで、ゴルフをご覧になる方は、マスターズのオーガスタで、ツツジが満開になっているのをご存知かもしれないですけれども、ちょうどその辺がよく似てるんですよね。で、秋も少し紅葉したりして、日本とよく似てるなっていうところは、でもう一つそれで似てるのが、夏は暑くって蒸し暑くって、道頓堀を浴衣着て歩いているような感じがするんですけれども、一つ違うのはメンスの冬なんですよね。これは少し桁違いに寒くなる。で、先々週も、テネシー州、大体寒波に覆われて、で、メスでもですね、約15センチから20センチの、積雪があってですね、こんなことはめったに大阪で、めったにっていうか、ほとんどない、経験なんでですね、これには一つ驚きましたね。それと、もう一つ、気候とか、気象、ロサンゼルスですごい価値があって、お見舞い申し上げますけれども、もう一つ自然で、日本では経験できないのが竜巻。これも、私、子供の頃に、第二モルト台風っていうのが大阪を直撃したんで、経験してるんですけれども、日本の家では畳を剥いで、ドアに押し付けて、風に対抗するんですけれども、このメンスは結構その竜巻のルートになるんですよね。で、私がメンスにいるその一つの理由は、シャープさんの協力企業だったんで、約10マイルのところにあるんですけれども、シャープの工場が10年ぐらい前に竜巻の直撃を食らったんですよね。で、それで、応援とお見舞いに行ったんですけれども、その気候の、自然の脅威っていうのは、
ちょっと日本ではあまり経験しないような、すざましさっていうか、すごい感じがしましたね。はい、ありがとうございました。皆様ありがとうございます。では次の質問は、清水様からお聞きしたいと思います。テネシー州での生活において一番気に入っていることは何でしょうか？お気に入りの場所やアクティビティと印象に残っているコミュニティがおありでしたら教えてください。はい。私は、高山様がおっしゃったように、やはり、テネシーの自然、が、植物をはじめ、気候をはじめ、日本の大阪ですよね。緯度が多分一緒だと思うんですけども、すごく似ているので、それが、すごく嬉しかったですね。パンデミックの間でも、こう散歩しながら、いろいろな、難点であるとか、日本の、木とかあって、とても身近に感じたんですけど、私はあともう一つキャリアというか、14歳の時から生け花をずっとしておりまして、なかなかそれをするチャンスがなかったんですけど、コロラドでは少し教えたりしましたが、今回こちらに来て、大学でも教えることができるようになったし、そういったところで、やっぱり植物がいろんな植物が豊富にある、緑が美しいというところがとっても私は気に入っています。それと同時にとても私今ナッシュビルに住んでますからコンパクトというか本当に、10分ぐらいでいわゆる文化的なイベント、美術館をはじめオペラシンフォニーとかそういったいわゆる文化的な生活がすごく楽しめるので、これは私はコロラドにいた時はあちこち散らばってても何十分もまた車で運転しなくちゃいけないようなところにいろいろ分散してたんですが、それがとても嬉しいですね。それと、やはり南部のは歴史があると思います。で、南北戦、一番初めに来た時もあちこち参りましたけれども、南北戦争をはじめいろいろな歴史を学ぶことができる。それはとても私には貴重な体験でした。それから実は、2006年から13年まで私はデンバーのデンバー日本語補習校の校長をしてたんですけども、それは今は現在は100人超えると、文科省の方から校長先生がいらっしゃってるんですけども、それがまだない80名くらいのところだったので、私がしてましたけども、それでとても教育にやっぱり興味があります。で、こちらの方のミドルテネシーの補習校を訪問させていただき、校長先生とお話ししたりいたしましたし、そういった教育関係も楽しいなと思いまして、今、いわゆる第二言語習得と同時に継承語学習っていうのなんですけど、そちらの学会にも入ってるんですけど、何回か発表したりしておりまして、もう少し経ってからそっちの研究もしたいなというふうに思ってます。はい。ありがとうございます。そして次高山様、お願いいたします。日本から見るとですね、メンフィスっていうのは、田舎なんですよね。で、特に大阪とか、日本の大都会から見ると、メンフィスっていう街っていうのは、100万人ぐらい、なんですけれども、周辺都市を入れて、100万人なんで、田舎というか、なんですが、この辺ちょっと歴史を見るとですね、メイスっていうところは、当然、清水先生もおっしゃったように、南部の、カルチャーっていうか、もう一つは産業っていうのは農業なんですよね。だから、この周りっていうのは、綿花が、栽培って言いますか、今でもまだ綿花の、畑がたくさんあって、12月頃になるとそれが咲くんですけれども、多分おそらく100年前以上っていうのは、いっぱい咲いてたんだろうと思います。収穫であるとか、それは南部、東部の北部の、問題にもなるんですけれども、
その時にですね、当時、その19世紀の終わり頃っていうのは、全米の綿花の3分の1がメンフィスを通ったと、取引されたというところでですね、いわゆるその流通の要だったんですよね。それが発展して今、フェデックスの、グローバルハブがあるとか、メンスの商工会議所なんかは、流通のハブですよと、アメリカのハブですよっていうふうに言ってるんですけども、その綿花によってですね、綿花商人っていう人たちがですね、非常に活発に、お金も儲けたんですけれども、結構その文化的なセンスがあったんですよね。だと思うんですよね。で、今でも、メンスには、何軒かその美術館があるんですけれども、その中でもですね、ルノワールだとか、モネだとか、ゴギャンだとか、フランス印象派の作品がたくさんもう常時展示されているという、結構そういう文化的に見ると、コスモポリタンな街なんですよね。で、かなり前にうちの本社の社長がメスに来て、ちょっと案内しろというので、ディクソンっていう、小さなこれも綿花商人が、ビジネスマンが残した、美術館なんですけれども、そこに行って、ルノワールだとかモネナっていうのはどこでも見れるんだけれども、そこでイギリスの画家のターナーが展示されていて、で、こんな田舎に来てターナーが見れるとか、素晴らしいというふうに、感動されたんでですね、結構、いろんな、顔を持ってるエルビスもそうですし、芸術としての、いい街だなというふうに思います。ありがとうございます。それでは次にアルダーマン様、お願いいたします。はい。テネシー州で気に入っていることは、やっぱり自然の豊かさかなと思いますね。グレートスモーキーマウンテンの国立公園が、ノックスビルからだと30分、40分でドライブすれば行けるところなんですけども、本当に美しい山々や湖がたくさんあります。で、先ほども皆さん言われてたように、四季がちゃんとあって、もう本当に楽しめる自然が素晴らしいなと思います。私は個人的にはノリスレイクというのがここから40分ぐらいのところにあるんですけど、そこにボートを持ってるので、もう夏は毎週そこへ行って楽しんで、息子なんかはもうウェイクボードが大好きなので、もう夏になるのを待ってます。またグレートスモーキー国立公園っていうのは、実は日本人のジョージ・マサさんっていう方の貢献があって国立公園になったということを最近学んで、本当に彼は1920年から1930年代にかけて、グレートスモーキーの山脈の壮大な風景を全部写真に収めて、そして測定もされて、詳細な地図を作ったおかげで、今このスモーキーマウンテンっていうのが国立公園になっているという、日本人の方がそれだけのことをされたんだなというのを学んで、本当素晴らしいよねと皆さんで言ってます。で、今の彼が作った測量データは、今のハイキングルート、900マイルぐらいあるんですかね、ハイキングルートの基本になってるらしくて、本当に素晴らしい山とかが好きな方には、このノックスビルはもってこいです。それからもう一つ、テネシー大学があるので、ノックスビルには、フットボールがすごいんですね。今、私これ着てますけども、これがフットボールの色なんですが、オレンジのテネシー大学のフットボール、今はバスケットボールも強いですし、野球は USA で一番になりましたね、ここが。で、あとは財閥のランディ・ボイドさんという方がいらっしゃるんですが、その方がスモーキーというチームを持ってて、そのスモーキーの野球場をノックスビルのダウンタウンで今作ってて、今度4月の15、16日くらいにオープンするということですので、それもまた一つの大きな目玉になると思います。ノックスビルの特徴は、毎週のようにお祭りとか音楽イベントとかがやってて、本当に楽しい街だなっていうのがあるのと、
あとクラフトビアがとっても有名なんですね。40店舗ぐらいビールを作ってるところがありまして、クラフトビールのツアーみたいなのもあって、ビールが楽しめるところです。あとはそうですね、最後はもう私が来た17、8年前ぐらいの時にはこんなことなかったんですけど、この文化に興味を持ってくれる人たちがどんどん増えてきてるっていうのを最近感じます。特にアジアンカルチャーセンターなんかではアジアンフェスティバルっていうのを最初やり始めた12年ぐらい前は3000人ぐらいの人たちが来てくれたんですけど、今では毎年3万人ぐらいの人たちが来てくれるようなお祭りに育って、もうみんなパスポートを持ってその15カ国のアジアの各国を旅行に行くっていうような感覚で、本当に家族の皆様が一緒に来てくださって本当に楽しんでくださってるので、前は本当にアジアンフェスティバルやっても来てくれるのかなと一番最初はとても心配でしたけども、今はもう文化活動というか、こういう文化の日本じゃなくてアジアだけではなくてヒスパニックですね、スペイン系、それからイタリア系、黒人の方のお祭りも、太鼓のお祭りもありますし、本当にノックスビルって毎週のようにお祭りのある文化交流のしやすいところだなというのを感じてます。はい、ありがとうございます。私もテネシーに来て10年ほど経つんですけれども、まだまだ知らない素晴らしいところ、楽しいところ、教えていただいて、私もワクワクしております。本当に新しい方も、また長年住まれている方も、本当に皆様の経験共有していただいて、本当にありがとうございます。アダマー様ありがとうございました。そしたら、3つ目の質問に行きたいと思います。まず、高山様から伺いたいと思うんですけれども、テネシーに越してきて、まだ日が浅い日本人の方々に何かアドバイスはございますでしょうか？ここでの生活に慣れ親んでいくために、具体的な方法があれば教えてください。そして、地域の人たちとつながり、親しくなるためのアドバイスもおありでしょうか？おすすめのイベントやアクティビティがありましたら、合わせてお願いいたします。高山様、お願いいたします。そうですね。聞いてみると、見てみると、ノックスビルにしても、ナッシュビルにしても、メンスにしても、どこでも日本祭りがあるんですよね。久美さんのところはアジア、フェスティバルで、でも、日本の出店があるし、総領事館からのサポートも得てるし、その辺、まず一つ、私たちが一番恩恵を得てるのは、確か2000年過ぎに、総領事館がニューオーリンズからナッシュビルに移ってきたっていうのが一つの大きな起点っていうか、転機だったと思うんですよね。ただ昔はね、私たち、そのニューオーリンズに総領事館があって、パスポートを5年ごとにパスポートを更新しないといけない時っていうのは、会社に、いや、どうしてもニューオーリンズに行かって一泊して、パスポートを更新しないといけないんですっていうふうなお願いをして、喜んで、両日に行ってたんですけれども、今はもう、そのパスポートの更新っていうのは、ナッシュビルできるっていうことになって、非常に便利だし、ナッシュビル、総領事館から、企業に出張サービスに来ていただいて、そういうサービスもしていただいているっていうのが一つ、私たちもその、総領事館の、スタッフの方、総領事合わせて、我々としては非常に、ありがたい、環境にいるっていうことで、そのお祭りもですね、メンスで秋には、メンス、ジャパンフェスティバル。で、このフェスティバルっていうのは、先ほど言いましたように、結構裕福な方たちが、メンスにいてて、生け花会っていうのが始まったんですよね。で、清水先生と、うちの家内とも、知り合いになって、生け花の、話をしたり、サポートしてもらったりしてるんですけれども、この生け花会が初めて、その、日本祭りっていうのは初めて、メンスのボタニックガーデンっていうのは、1967年ぐらいから、その総領事館のサポートを得て作られた、ボタニックガーデンなんですけども、そういうところで、環境としてはいいんですけれども、今、その、初めてっていうか、
アメリカ、テネシー州に来られる方に対するアドバイスって言いますか、っていうのは、一つはですね、一番困ってるっていうのが、アメリカの医療システムですよね。私は、前の会社では、人事総務をやってたんですけれども、アメリカの保健システムというか、医療システムっていうのは、ちょっと日本では考えられない複雑さって言いますかね。日本ではその診察券1枚で予約ができて診察してもらって支払いもできるっていうシンプルなシステムなんですけども、アメリカに来るとですね、入院でもすると、まずもう救急車から、それから麻酔の先生から、主治医から、もうありとあらゆる保険じゃなくて請求書が来るんですよね。でも、うちの社員なんかでも、これどうしたらいいんですかというところで、まずは、どれだけ保険が還付してくれるか、待った上で対応しましょうと。で、これはちょっと、例えば駐在で、アメリカに来られた方も、ね、テネシー州だけじゃなくって、もうカリフォルニアでもシカゴでも、どこでも、同じだと思うんですよ。この医療システムっていうのは、ちょっと日本人では、想像できないほどの複雑さと、なんで、慎重に、対応してくださいということですね。はい。貴重な、アドバイスありがとうございます。しましたら次、アルダーマン様、よろしくお願いいたします。はい。これもちょっと私の友人に日本人の方でここに住んでらっしゃる駐在員の奥さんなんですけど、いろんなことを話を聞いてるときに、ああ、そうか、こういうふうに感じてるのかということを聞いたので、ちょっとシェアしたいと思います。テネシーに引っ越してきたばかりの日本人の方へのアドバイスってどう思うという質問に彼女は、今度新しいテネシーへ来られる方のアドバイスというか、お願いが一つあります。現地の方が日本のことを好きでいてくれたり、それから日本人によくしてくれるんですけどもね、そういうしてくれるっていうのは、今まで出会った日本人の人たちが、現地のコミュニティの人たちと仲良くして、よくしてあげたっていうことが基本じゃないかなと言ってました。日本人なので、こちらテネシーの方へ引っ越してこられた時には、ぜひ私は日本人の代表として、現地の方と親しくして、ボランティアとか自分のできることを積極的に参加してほしいと思ってます。ということですね。で、ここは特に伝送様の会社あるんですけども、昔は伝送様の会社の奥様たちはボランティアに参加しなければいけなかったというタスクがあったそうです。多分30年前ぐらいのことだと思うんですけれども、そういうふうにここへ住んでいる日本人の皆さんが日本人の代表の顔として現地のコミュニティの人たちに一緒にボランティアをして、その時にコミュニティの人たちにどういうんでしょうね、一緒に助け合って生活してるよということをしてくれたその努力のおかげで、今はここへ来るとみんな、いやー、本当ウェルカムの街ですね、テネシーは住みやすいですねって皆さん言われますけれども、やっぱり一番最初30年、40年前にここに来られた方々のそういう奥さんたちもコミュニティの人たちと仲良くしてボランティアもして、コミュニティと一緒に生活してるっていうことを一生懸命やった人たちのおかげですということで感謝してますって言われてました。特にテネシー州っていうのはボランティアステートって呼ばれてて、小さい時からでもですね、子どもたちも学校でボランティアをしてコミュニティに役立ちなさいっていうことで育てられているので、本当に一つテネシー州へ来られたら、ぜひそういうボランティアなんかを見つけてコミュニティの中へ入っていくっていう努力をされると楽しい生活がもっとできるかなと思います。はい、ありがとうございます。清水様、お願いいたします。先ほど高山様がおっしゃってくださった奥様に助けられて、私が
メンフィスの方には、イケバナインターナショナルの支部があるんですけれども、高橋様の奥様のシャレルさんに非常にいろいろ助言をいただきまして、ナッシュビルのイケバナインターナショナルの支部を立ち上げることになりました。それが4月以降になると思うんですけれども、それで私の場合はやっぱりイケバナを通じて、フレンドシップをこう広げていきたいなっていうことが一つあるんですね。それともう一つはやはり補習校での経験とかいろいろを踏まえて、やはり教育に関心があるので、お母様方とか、保護者の方、お父様がお子様を現地校に入れられることが多いと思いますね。で、現地校での、お子様たち、それから保護者の方たち、アメリカの学校、小学校、中学校っていうのは、やはり保護者の方々もかなり関わってくるし、そこでの先ほど久美さんがおっしゃったようにボランティア活動が出てくると思います。そこで日本というものをいい意味でいろいろとこうなんていうかな、分かってもらったり紹介したりで楽しいこう雰囲気でやっていくことをお勧めします。だけどなかなか日本人の方々は、私もそうでしたけど、どちらかと受け身で外に入っていくことが苦手なんですけど、そこを、ちょっとした会話から始めて、現地のアメリカ人の方、テネシアンの方たちと関わっていく。そして、お子さんは、いわゆる教育が全然ちょっと違います。日本はやっぱり受動的な受け身な教育だけれども、アメリカの場合はプレゼンテーションだとか、いわゆる自己主張する、自分っていうものを主張していく、そのディスカッションをして、特にディスカッションはなんかもう子供の時から教育されたりで、I am special っていうから自分というものを非常に大切にして表現していくっていうことを奨励しているので、そこら辺でお子さんたちがやはり、お子さんたちの方が順応性が高いので結構入っていけると思うんですけれども、それを通してお母様お父様も入っていって、それはお子様たちがもう英語も始めたら日本人の方たちも優秀なのですごく早いと思いますけど、その他にアメリカで充実しているのは第二言語習得のいわゆる ESL のプログラムとかいうのがあるので、もしそういったところで英語をもうちょっと強くしたい、英語の力を強くしたいという場合には、そういったプログラムを積極的にご利用なさるっていうことが大事だと思います。それと、やはりいじめとかいうのが日本では非常に問題になっている。アメリカの方はそこら辺の対策すごい厳しいですよね。それからチャイルドアビュースだとかそういった面に対しても日本よりはもっともっと厳格で、お子さんたちを守るっていうところがあるので、もしどうかし文化的な違いとか、いわゆるそういったところで何か問題があったときはもう積極的にカウンセラーもいますし、各種の学校も中学高校からカウンセリングっていうのはあるわけだから、そういうところから先生とご相談なさって、とにかく仲良く楽しく解決していくような方法を見つけるっていったらとても楽しい生活になると思います。はい。ありがとうございます。パネリストの皆様、本当に本日は貴重な、ご自身の経験やコミュニティについての情報を共有していただきありがとうございます。テネシー、東部、中部、西部、そしてもう様々な分野でご活躍されているパネリストの皆様から本当に素晴らしい、もう生きたご意見、また体験をお聞きできて、心より感謝いたします。では、ここで最後、お一人ずつもう一度お伺いしていきたいんですけれども、今まで、シェアしていただいたことにさらに何か付け加えたいこと、または本日ご視聴いただいている皆様に改めてお伝えしたいメッセージ、または今後、持たれるイベントなどの、宣伝など、何でも大丈夫ですので、よろしいですか。大学の方で一つシェアしたいものがあってよろしいでしょうか。はい。いくつかあるんですけれども、これはつい生け花のインターナショナルのことも
含めてですね、ナッシュビルの生け花クラブということで、3月22日に、これは大学とは関係ないんですけども、いたしますので、もしお時間があったらぜひいらしていただければと思います。それと、これは大学でのイベントですが、ピアノとフルート、ごめんなさい、フルートによるジブリの作品をピアノ演奏していただいて、そこに私お花を生けたり、それから俳句をするもので、俳句を学生たちに読んでもらうというようなのをターナーホールでしますので、これも無料ですので、ぜひもしよかったらご参加ください。そして、これは今企画中ですけれども、2026年に服部料理学園の校長の服部月子先生とシェフを招いての日本食のデモを、今企画中です。はい。で、それをちょっと宣伝させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、高山様、お願いします。そうですね。先ほどのその日本とアメリカの違いの中でですね、一つやっぱり大きな違いは、アメリカっていう、特に南部、この辺はですね、車社会であるということなんですよね。で、車でないと本当に困るんですけれども、それだけじゃなくって、車に乗ってるとですね、運動不足になっちゃいますよね。で、もう私は日本に帰れば、1万歩ぐらいは歩くんですけれども、でも、アメリカでですね、仕事をしていると、会社に行って帰ってくるだけではですね、2000歩にもならないようなところがある。その上に南部の植物、食べ物っていうのは結構、フライドチキンであるとか、バーベキューであるとか、脂っこいものが多いんで、運動不足の上に、贅肉がついちゃって、先ほど言いましたように、病気になると、まだこれで保険と医療問題がたくさん出てくるんで、アメリカに来られたら、運動をして、病気にならないように、活躍してください。はい、ありがとうございます。じゃあ、アルダーマン様に最後お伺いする前に、本日、ご視聴いただいている皆様に、お願いです。もし、パネリストの皆様に伺ってみたいことがありましたら、Q&A タブの方から質問を、Q&A タブをクリックしてご質問をお寄せください。すみません。じゃあ、アルダーマン様、よろしくお願いします。はい。じゃあ、ちょっと私シェアさせてもらってもいいですか？どうぞ。はい。じゃあ、こちらで見えますかね。これが私たちのやっているアジアンフェスティバルです。今年12回目、8月の23日が寿司&相撲で特別企画をやります。それから8月の24日10時半から6時半までワールドフェアで一日中やります。今年の目玉は初めてハワイアンファイヤーダンスといったハワイの火のダンスですね。と、あとフラダンサーが来てくれます。今までパシフィックアイランダーのカルチャーを紹介したことなかったので、今年初めてこのハワイのカルチャーを紹介しようかなと思ってます。そして皆さんがやっぱり一番困るのは暑いということですので今年は皆さんには水着を着ていただいて、水着の上に T シャツを着ていただいて、お水がミストをいろんなところへ置いておきますので、暑くないように今努力しています。で、一応ちょっとこちらのウェブサイト、noxasianfestival.com と言います。そこに行っていただくと、こういう今までのやってきたことで、写真なんかもここら辺で見れますので、この noxasianfestival.com で見ていただけると、今までのどんなお祭りなのか、すっごくカラフルなお祭りですので、楽しいですし、あと教育的にパスポートを持って15カ国の国を訪問できるっていうのが私たちの強みですね。ぜひ時間を作って、8月の23、24と遊びに来てください。はい、ありがとうございます。はい。スクリーンシェアの方を、外します。すみません。ちょっと待ってください。はい。はい。はい、ありがとうございます。そろそろこのセッションの終了の時間が近づいてまいりました。
本日ご出演いただきました特別ゲストの林郁夫様、パネリストのアルダーマン久美様、清水秀子様、そして高山寛治様、誠にありがとうございました。また、林様ありがとうございます。また長年にわたりテネシー日米協会の活動、三井レクチャーシリーズのご支援をしてくださっています、米国三井物産財団様に改めて心より感謝申し上げます。そして本日お集まりいただき、このセッションをご視聴いただいた皆様にも心より感謝いたします。最後に、今後のテネシー日米協会の主催のイベントを2つ案内させてください。2月、3月にですね、新たなテーマを取り上げまして、三井レクチャーシリーズを2回開催予定です。そして4月12日には、ナッシュビル桜祭りが、ナッシュビルダウンタウンのパブリックスクエアパークにて開催予定です。イベントの詳細につきましては、テネシー日米協会のウェブサイトをぜひご覧ください。皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。それでは、これで本日のセッションを終了いたします。ありがとうございました。はい、ありがとありがとううございございました。ました。すいません。そうですね。はい。じゃあ、パネリストの皆様、マイクとカメラをオフにしていただいて、ご退場ください。